それでソルは無事なのか？あれに心配は無用だ。もっとも爆発の規模は無視できないがな。だが問題なのはあの現象が一体何なのか。地震が発生しギアが現れ爆発する。聞いたこともない。慈悲なき啓示の仕業だと思うか？断言はできんが無関係と考える方が難しいな。ドクター、もう足踏みはやめよう。つい先日ジャパニーズコロニーで原因不明の異変が起きた。続いてこの巨大ギアだ。ああ、2つの事件の関連性を探った方が良さそうだな。実はフィンランドの観測所から気になる報告があった。フィンランド？回答を先送りにしていたが、詳しく話を聞いた方がいいかもしれん。なんでですか？一大事かもしれないんですよ。お願いします。とにかく蓮王様に、いえ、科学顧問の方で構いません。一度お目通り願いたい。そう簡単にはいきませんよ。僕がポンコツ特化だからってバカにしてるのか？これでもイリュリアの防衛局だぞ。それが本当ならこの門がどういうところか分かりますよね。正規の手続きを踏んだ上でお越しください。だからそんな悠長なことを言ってる場合じゃないんだ。なんであろうと事前に報告のない方を通すわけにはいきません。報告？はは、報告って言ったのか？何回したと思ってるんだ。ああ、もういいからそこを通してくれ。言っとくけど片道の運賃しか持たないでここに来たんだ。それともあんたがフィンランドまでの旅費を払ってくれるのか？いいタイミングだ。いや、悪いのかもしれんが。ジャパニーズコロニー。かつて聖戦において日本人は絶滅の危機に瀕した。ここはその末裔が集まる巨大保護施設国である。各地で地震が観測される不穏な状況の中、ここでもまた住人すべてが不調に見舞われるという異常事態が発生していた。万物の状態を意のままに操れる調律師ヘヒョンはこの謎に取り組んでいた。やはりすでに抑制治療がなされておったウヌとコロニーの住人には調律の異なる部分があるな。それって悪いこと？いや、これが住民の異常に関係するものだとすれば解決の糸口にはなる。じゃあなんで難しい顔してるの？時間だ。全ての住人の調律を正すには単純に時間がかかりすぎる。政府が言う世界の危機、そしてここのコロニー住人の異常に何か関係があるとすれば今から手を打っても遅い。慈悲なき啓示とやらが行動を起こせば一体ここで何が起きるのか。これあげる。これはお守りだよ。海賊団はみんな持ってるんだ。コロニーは僕の両親のふるさとだから、それを守ってくれるお礼。ありがたい。ちょうど日本のものが欲しかったところだ。あれはもう手に入らなくなってしまったからな。日本？ごめん、それロシア製なんだ。ああ、いい。こちらの話だ。ありがたく頂戴しよう。僕ね、今までジョニーや海賊団のみんなと毎日楽しく過ごしてたから、世界の終わりとか言われてもなんかピンとこなくてさ。でもなんかしなくちゃね。ちょっと出かけてくる。いずこへ？
コロニーにはすごいパワースポットがあるって聞いたことがあるんだ。もしかしたら何かの役に立つかもしれないでしょ。そうか。朗報を期待する。気をつけてな。そっちこそちゃんとご飯食べるんだよ。ずっと食べてないんだから。美容に悪いよ。少し待っててくれ。これを終わらせておきたいんだ。報告はそれから聞こう。早く終わらせろ。クソ柔らけい椅子で俺のケツが腐る前に。暇ならシンたちを呼んできてくれ。たまには一緒に夕食でもどうだ。雑用を押し付ける気か。こっちを代わってくれてもいいぞ。そっちの椅子はケツが四角くなるだろうが。だが大きな意義がある。なぜ聞かねえ。何をだ。俺の過去だ。聞いていいのか。保証する。面白い話じゃねえ。二言目には勝負だのなんだの。あれほどやかましかったお前が。いや、お前だけが未だに何も聞かねえ。あの頃はお前を剣で任すことしか考えていなかったからな。他のことはどうでもよかったのさ。それに月も落としたくなかった。お前がそんな玉か。言ってなかったが、こう見えて私は信心深いんだ。それ、私もお前の過去に興味がないわけではない。しかし相手を理解したい気持ちと全てを知ることは違う。私にとってはフレデリックという男の過去よりもソルバット街の未来の方が大事だ。未来？そんなものがあると思うのか、この俺に。ではこういうのはどうだ。四角い椅子の役目だが。なんだそれは。ウイスキーだ。高級品らしい。私は飲まないが格好をつけるために置いてある。悪くねえアイデアだ。中身が減りゃもっと格好がつく。そうだ、お前だってこんな些細なことで楽しめる。私の役目はこの酒をもう一度飲みたいと、そう人々に思わせることだ。希望とは何も大それた話ではない。最も近くにいる一人の友すら守れないのなら、私は王としてふさわしくないよ。だったら酒を飲めるようになれ。ラム、またここか。短い間だけど、この場所ではたくさん違うを得た。今の私はここで生まれたんだ。あ？その指の組み方。初めの頃、ラムはほとんど喋んなかったからな。仕草はよく見てたんだ。で、そのポーズは落ち着かない時だ。エルのことが心配なんだろう。じゃあ、俺と同じだ。いや、親父もみんなもエルのために頑張ってる。だから、そんな暗い顔すんなよ。私はまだここの人間に受け入れられているわけじゃない。ほんの数日前まで人類の敵だったのだから。まだそんなこと言ってんのか？
私がエルと同じ母さんの娘である事実は変わらない。正しく理解されるには時間がかかる。まだガキだった頃、俺をバカにした連中がいたんだ。頭に来て、そいつらにちょっと仕返ししちまった。そしたらさ、親父に気絶するほど殴られた。でも、最後はいじめっ子が、やりすぎだって止めてくれたんだ。で、親父はなんて言ったと思う？だから苦情が出ないってさ、次の瞬間親父は連中もボコボコに。いや、それはどうなのっていう話なんだけど、なんていうかさ、その後、そいつらとは仲良くなれたんだ。きっかけは簡単だった。お互いボロボロになった姿を見て、笑っちまったんだ。笑顔。仲良くなるきっかけなんて難しくねえんだよ。多分、考えるやつが難しくしちまうんだ。シンは出会った時から私を笑わせたがってたね。エルが言ってた笑顔が人の幸せだって。シンは幸せと不幸の差がわかる？え？ああ、頭使うのは苦手だぜ。私もそう。人の幸福を定義することは難しい。私は多分今幸せなんだ。でもこの窓に映る私が笑うにはエルが足りない。窓？ここで得た時間は幸せで暖かかった。光のある世界。窓の向こうは冷たくて寒い暗い世界。暗い世界からは明るいここが見えてとても羨ましいんだ。でもこの光の世界から外を見てもそこに映るのは幸せな自分たちだけ。エルはずっとあっち側にいる。ここからは見えない暗い闇の中に。飯だ。親父！なんだよ急に！まさか飲んでんのか？ああ。ギア細胞の最も優れている点は人並みに酔えることだ。空腹ではない。お前はエルフェルトとは違うな。あいつはまだ誰も気を許していねえ時から。はい、今日の献立は何ですか？ま、勝手にしろ。だがその前にラムレザル、窓一枚で人の幸福を隔てるの。お前が壁だと思っているものはお前自身の迷いだ。そんなもんはぶっ壊せ。行きたいところに行ける。ダニー・ミサイルズだぞ。かかりました。よし、あるか？ありますよ。申し付けられましたから。でも収穫は乏しいですね。バレンタインの親、人類の敵、一連の騒動の黒幕、あとは自我がないとかですか。慈悲なき啓示で今わかることはこのくらいです。報道やお頭の土産話と大差ありません。
どうもその自我がないってところは怪しいがな。じゃあ何ですか？人間ですか？思い出すんだよ、俺がスラムにいた頃の動物臭い悪意。まったくこういう時のお頭の勘は妙に当たるんだから、めったなことは言わないでくださいよ。しかしこうなると諜報活動より実戦部隊の編成を急いだ方がいいかもしれませんね。なんでだ？なんでって、我々東チップ王国も参戦するんですよね。イリュリアの民兵に。いや、俺たちは忍びだ。情報が不透明なうちに動くもんじゃねえ。敵にとっても読めない存在であるべきだ。なんか真っ当なこと言いますね。しかし確かに今回は不透明なことが多い。特にこのリブラリアの手記ですね。これによると元老院は慈悲なき啓示と敵対していたということです。だとしたら元老院は何のためにあの事件を起こしたのか、謎は深まるばかりです。元老院は慈悲なき啓示と敵対してたのか？って、それも分からず元老院は利用されたとか言ってたんですか？お前本当に勘だけだな。うるせえな。他にはないか？今は元老院より慈悲なき啓示の動機の方が重要だ。言ったでしょ、収穫は乏しいって。ですがまあ強いて言えば。なんだ？いや、これは情報というよりは私自身の記憶の話なのですが、今から2代前の西欧でハピヌス27世って言いましたよね。亡くなられる間際に錯乱した。ああ、覚えてる。その彼が残した言葉の中に慈悲なき啓示という単語がありました。何？ですが妙なんですよ。資料によれば元老院と西欧は情報を共有していない。さらに言うならハピヌス27世が起点なされたのは最初のバレンタインが襲来するだいぶ前です。となると時の西欧はなぜこの名を知っていたのか。まあ人徳と同じぐらい気候が目立った方ですから、偶然という可能性も否定できませんがね。気候か。おい待て、そのハピヌス27世って確か現世王アリエルスを枢機卿に異例抜擢したやつじゃねえのか？そうですが。マジかよ。順調に成長しているな。佐野十三、吸血鬼、なぜここに？リベンジ。驚いたな。あれほど痛い目にあって懲りていなかったとは。やはり面白い。今の当てるつもりだったのだが。レッドマンは相手の直前の思考を読んでいる。これを攻略するには自分の思考を停止するほかないと
言いたかったのだがな。それがあなたの知ってる攻略法？そうだな。そんなの誰も実践できないわよ。見たところ以前より状態はいいようだが、修行でも積んできたのかい？では当てなくてよいか？お返しだ。この状態では君と会話できないのが残念だが、謝罪しよう。どうやら過小評価していたようだ。だから今から 8% だけ本気を出そう。おいおい、温まるのは少し早くないかね。もう少し小出しにしていこう。その方が楽しい。もう少しというのはわがままかな。ザトウの能力が機能することは分かった。この辺で満足してちょうだい。こんな機会この先100年もないのだね。あいつの分も残しておかないと。仕方ないね。すまないが門限だ。この先は私の友人に譲るとするよ。どういうことだ？地震とギアの関係はつかめたのか？それをこれから聞くところだ。カラスの方はこんな検証よりも確かだ。コールはしている。だが事情があるのか、時が満ちていないのか。お待たせしました。いつでも始められます。よろしくお願いします。でははじめにここ最近の地震の正体です。まずこの数日で情報体フレアが12回も観測されました。これが最近頻発している地震とどのような因果関係があるかですが。待て待て、出花をくじいて悪いが、なんだその情報体フレアっていうのは。情報密度超過現象。なんだって？君たちが学生時代に学んだ魔法基礎理論からそう逸脱した話ではない。簡単に説明しよう。まず情報質量というものは通常1立方メートルあたり 256PB を許容値とするのだが、教わってない。そんなはずはないだろう。H 軸原線に対しコリアプタル負荷がかかり、時空と空間に対してベルヘンド虚数との整合性が取れなくなることは魔法を理解する上で基礎中の基礎だ。ああ、だから受講しなかったんだろうな。じゃあこうしましょう。この風船が現実の空間だと思ってください。この中には1リットルまで水が入るとします。そして水は情報です。まあ風船ですから
水が1リットル前後で多少増減することはそんなに問題にはなりません。ところが何らかの原因でこの水が突然10リットルとかの大きな単位で増えてしまう現象を情報体フレアと言います。ここまではいいですね。ではこの中に10リットルの水を無理やり入れるとどうなると思います？まあ風船が割れ水がこぼれるだろう。そうです。風船は時間とともに勝手に修復されますが、破れている間はその一帯にさまざまな異常が現れます。例えば火の気のないところに突然火の玉が出現したり、そこにいるはずのない人間が見えてしまったり、まあ大体の場合は人体に影響を及ぼしませんが、例外もある。はい、そうです。極端な症状の場合、物質の情報が書き換えられて土が鉄になるような現象が起こりうるのです。我々はそれを憑依と呼んでいます。憑依？おそらく地震は副産物のようなものです。何かが憑依現象を起こした際の。ということはまさか先日の巨大ギアは。さすがに察しがいいですね。ご想像の通りです。そこまでは私も仮定してみた。だが一体何が変化してあの巨大ギアになったのだ？憑依で変質するものは変化前と変化後で極端に大きさを変えない。俺があのギアを見た時には周りにでけえもんはなかった。あり得るとすれば、その物体は自分のサイズよりも大きい情報を持っていることになる。そんなものは自然界に存在しない。自然界の現象ではないとしたら、そうだ。これは自然現象ではない。ファウストの読みは当たっていたようだな。つまり私の読みも当たってしまったということだ。あの男の力を借りねばなるまいな。単刀直入に言いましょう。あの巨大ギアの正体はおそらくジャパニーズです。何ですって？なんと。これを見てください。破壊神ジャスティスが聖戦を始めた日、同時に日本が消滅した日の記録です。生存者の証言内容はまるで今回の件に似ている。ここです。ジャスティスが日本を破壊する直前、ジャパニーズの体に異変が起こったことが記されています。その時坂田はもだえ苦しみ、巨大で異質な生き物へと変貌を遂げた。これは一部の人間にとって周知の事実です。そして症状の大小はあれ、今もジャパニーズはこの問題を抱えています。だからコロニーに集め隔離してたってわけだ。政府は花からその危険性を知ってたのか？いや、何らかの原因で遺伝子変化が認められたとは聞いていたが。そうだ。それに変化を抑制するワクチンを絶えず供給してきた。それなんですが、そのワクチンはある時点から全く効果のない無関係な薬にすり替えられていました。そんな、一体誰がそんなことを？現時点では明言できません。しかし少なくとも元老院の仕業ではありませんでした。ではギアが爆発する理由は何です？そうか、情報型はギアになっても続く。つまりあのギアは情報が裏返り、最終的には反物質になる。反物質？何かに触れるだけで爆発します。つまり
今の話を要約するとこういうことか。強力な情報体フレアに接触したジャパニーズは巨大ギアになる。そしてそれは時間が経ち何かに触れると爆発する。留年は免れそうだな。任せろ。だがな、俺が知りたいのはその先だ。今この時期に偶然こんな事件が起きるわけがない。つまり慈悲なき刑事の仕業だと。意志がないのにか。意志があろうとなかろうと何かしらの意図があるはずだ。我々はそれを探った方がいいだろう。私の専門は犯人探しではありません。とりあえず治療につながる何かを探したいと思います。こちらの設備をお借りしても。お願いします。協力は惜しみません。残る問題はなぜフレアが頻発するかだ。もしかしたら破水位置の予測はできるかもしれません。そこから何かつかめないでしょうか。手を出したまえ。君はフィンランドから来たと言ったな。はい。これは胃薬だ。明日からは城の食事に慣れてもらう。まあ歓迎してやるとは言ったけどさ。お邪魔してます。どうやってここに？どこにも行きたくないと願ったらなんちゃって。私が託児所を始めたなんて言ったことがあった？分かってますよ。鬱陶しいんでしょ。別にそうは言ってないよ。まあ言ってないだけだけど。それで決まったわけ？え？力の使い道だよ。あんたには力がある。私と同じように世界を変える力がね。自力でここに来られるほど使いこなしてんだ。人類のためにとか言いに来たんだろ？いや違う。そうじゃないんだ。ん？怖いんだよ。もうこの力はただ時間を旅する能力じゃない。使い方次第で何でもできる。だけどその度に世界がなくなっちまうかもしれないって。何を言うかと思えばあべこべな野郎だね。力を持ってる人間なんてそれを使って怖がられるか使わないで怖がられるかしかないんだよ。あんたが怖がってどうすんの？だったらなおさらだ。今のままじゃきっと守りたいものまで傷つけちまう。それじゃ自分を否定してるだけだね。何も解決しない。じゃああんたは自分の力が怖くないのか？犬は何もしなきゃただの犬だ。だけどもしその犬が自分は狼だと主張すれば、少なくとも犬以外の何かになる。そいつにしか見えない景色も見つかる。人が生きていく権利なんてね、自分以外の誰も見つけてはくれないんだよ。俺にしか見えない景色。情報濃度が加速度的に膨張してる。肉体的な覚醒を果たしたジャスティスとソルバットガール、二人の完全な復活を待たずに絶対確定世界は完成するようね。慈悲なき刑事はここ数日のうちに決着をつけるつもりか。時間がどんどんなくなるわ。本当に彼が帰るまで動かないつもり？歯がゆい思いは私も同じだ。悲観的な態度はやめろ。私は別にいいのよ。
もともと作られた人生だもの。それに悲観というよりは成功率を懸念して状況確認をしているだけよ。骨まで達しているな。ああ、ベッドマンと戦った時ね。こんなことしなくても勝手に治るのに。そういう体だもの。だが痛みはあるはずだ。どうしたの？今日は妙に気を使うじゃない？最後に会話したのはえ？作戦や計画、陰謀や哲学の話じゃない。人間らしい普通の会話だ。何よ急に。そんなの覚えてないわ。私もだ。戦う目的以外にこの声を使わなくなってしまった。だが我々が勝ち取る日常とは本当に他愛のないことだ。かつてお前がアリアであり背徳の炎がフレデリックであった時の朝食べたものが何か、好きな音楽家の話題に花を咲かせ、日曜日の予定を確認し合う。景色を目で着飾り、未来の家族を思う。我々は決して神話の餌食などではない。悲しみや喜びを価値に置き換えるのはもうやめておけ。ラムレザルね。最後に会った時だ。感情のない人形だと彼女を傷つけた。だが人形は私の方だったようだ。こうなる人生を否定したくて戦ってきたという。あなたがそんなおセンチな人だったとは驚きね。おセンチだっていつの人間だ。あ、それいじめよ。一周回ってトレンディーだと思いなさい。